どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。エメラルドの輝きの瞳を持つアンモナイト、さやです。美しいね。いや本当はアイオライトにしようと思って、米津玄師っぽく。でも私アイオライト知らんなと思ったけど、アンモナイトは知ってるなと思って急遽変えてみました。変えすぎだろはい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。はい、ゲンさんに質問です。ピンポン、はい、これには共通点があります。さあ何でしょう。さあ知らんがな。わかんないの。何、一瞬すぎるだ。何これは私がしかもピンクが曜日。わあ、おめでとう。モンキー、マンデーのモンキー、地獄のサタデー、地獄のサタデーウェドネスデイ、ウェドネスデイで覚えたよね。だから上、確かにドネス。あ、ちょっと H いらんわ。ごめん、罠すぎるだろごめんみんな、 H じゃね、これはバンド、チューズっていうバンド。ギター、ボーカル一番歌いなそうなやつがで、まああとはまあまあね、まあよく思いつくやつですよ、これは。あとということで今回こちら推薦文。いやこれ昔ね似たような企画をやったんですけれども、はい、今回やっていく企画はこちら。そう、大人気漫画家が推薦した推薦コメントから漫画の表紙を当ててお絵かきしよう。はい、なんかちょっと絶妙にタイトルコールミスったんですけど、絶妙になんか、なんか急停車急発車って感じがしたよね。いや以前ね漫画の帯からさ、帯を見て漫画を当てる。そうね、どんな漫画かをこう想像しようみたいな、想像して描きましょうみたいなやったじゃないですか。大体外れたんですけど、そうですね。今回はちょっとそれの別バージョンというか、漫画の帯って著名な先生方とかいろんな人がね、絶賛とか何々絶賛何々激賞みたいな、あるじゃないですか、人気漫画家の推薦文みたいな、で夏目さんちも画集の時にもいただきました素敵な推薦コメント。そうだね、そこからそういうやつから、その漫画を当てるないし、分かんなかったら妄想して書こうっていう。分かるわけないよね。いや分かるかもしれないじゃん、主人公の名前が出てたら分かるでしょ、さすがに。まあ確かに。でも、なんだろう、本当に簡潔なものもあれば、びっしり書かれてる方もいたりとかするから、いろいろね分かんないじゃん。もしかしてガチャですもっとガチャなのが、今回問題作ってきてもらいました。ありがとう。ありがとうございます。ということでよろしくお願いします。どうもスタッフのゆしらです。なんか研究じゃない？もっとなんか久々ですね。ちょっとメインチャンネルの空気感に押しつぶされてる。チーム夏目さんちの輝けるティンカーベルゆしらですじゃないの？ピンクなんだ。この企画を考えた時に、ちょっと話に出てたんですけど、堀越康平先生、よく書かれてるんですけど、堀越康平心配っていう帯コメントをご存知ですか？俺マジで大好きなの。本当に好き。アスラの沙汰ね。それちょっと盛り上がりました。一緒に何かとても自発的な怨念を感じました。心配ですっていうコメントをついてたんですけど、確かにアスラの沙汰は心配になる。まあそれに負けず劣らない素敵な推薦コメントをいっぱい集めてきたので、ありがとうございます。ぜひ当ててください。じゃあそういう感じのコメントもあるってことですね。はい。おー、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。やっていきましょう。はい。これ動く。こうやって舌がこうやって動く。じゃあ今日の企画なんですけど、手元に6枚のカードがあると思います。夏目さんちのフェイスカードが今回ひどくねえか顔が。そのカードの裏に A から F のアルファベットが書いてあります。それに対応してこっちに6問作ってきてるので、ランダムに選んでもらって。じゃあさやと僕は違う作品を想像するってことですね。そうです。ありがとうございます。3作品ずつやってもらいたいなと思ってます。じゃあ行きますか。この具合の悪いゲンちゃんカードとキラキラにきらめくさやちゃんカード、どっちがいいの？確かにさやめっちゃキラキラして、でも誰だ？風が強い時のさやか。これ仕事のやる気がたまに入った時。風が強い時って何？風が強いわねのさやさんの目にしてる。じゃあちょっと今のゲンさんの目にしよう。このぐらいちょっともう出したこいつ。さやさんのメンタルね、今はこんな感じだからこれにする。そうなんだ。そう。すごい。今日ちょっともうヘトヘト。もうヘトヘト。でもだって撮影開始がもうさ、ほぼ一日の仕事が終わりの時間ぐらいから始まっちゃってるから。はい、じゃあいきます。せーの、ドン。B。もう一個 E が欲しかったね。そうすると8になったのにね。美味しい。今日何英語の気持ちなんださ。エブリデイ。
今日もう、あんまりもう頭使えない日だから今日まずいかもしれない、じゃあ行きましょうか。ゲンさんベーでさやさんいいです。オッケー。どっちからドイツ音名。はい。どっちからはいってかいいお返事しちゃった。じゃあ僕からいきますか。じゃあゲンさんの方からいきます。はい。帯に書いてあることを言いますね。はいはい。あ、これメモ取った方がいいですか？後で送ってくれる？送ったりはする予定はないです。ない。親切。じゃあ言いますね。はい。銀玉空知秀明先生羨望。羨望。羨望。いいな。こんなん俺もやりたかったな。わかるわけねえこんなの。空知先生がやりたかったこと？怖くなってきた。やばい。待って絶対わからん。待ってくれ。怖い。じゃあ次さやさんのいいお願いします。いきます。はい。地球の運動について魚戸先生激賞した。待って、あのさすみません、激賞の賞の字ってどういう字ですか？症状の賞ってこと？そうだね。あ、そういうことね。激賞ってこういうことなんです。激賞ってこういう人間が他者その対象がホモ・サピエンスとは限らないに向ける行為という力によりこの限界を越境するように恋愛を真摯に調達する筆殺により恋愛漫画の域を越境した本作が読者に与えるのは切ない予感と脆い日々とそれでも新しい世界へ挑む爽やかな覚悟、それらを言い換えるなら告白する勇気そのものだと感じます。故に私はこの漫画が大好きです。やばい、魚戸先生すぎる。魚戸先生のさ文章力がありすぎて逆に今分かんなかった。最近ずっと 100M 読んでるからさ、富樫くんのさモノローグかなってなった。でもなんかジャンルはちょっとさもう一回読んでもらって。ちょっとゆっくり読みましょうか。読めてください。送ってよ。やっぱ送りましょう。送ってよ。このメモすんの謎すぎる。メモできてないよ、これだからね。人間他者行為限界恋愛新しい告白する勇気でなんか必ず下線引いてる。突然なんかビジネス書のタイトルみたいな。ということで1回戦目やっていきましょう。制限時間15分。よーいスタート。ちょっと待って。でゲイさん、これ読める？これが長卓なんですか？読めるよ。読めるけどさ、意味はあんまりわかんない。石川啄木の啄だなってぐらい。やばい。しかもこれ意味がね、宝石などを刻み磨くこと、比喩的に文章を磨くことを指すんだって。へー。美しくない？美しい。なんて美しい日本語なのって。文章の中に恋愛を真摯に調達する筆圧により、恋愛漫画の域を越境した本作がっていう文章なんだけど、なんかもう強い。私もっと本読んで暮らせばよかったって、もっと日本語に触れて暮らせばよかったって、なんかもうこの文章だけで今すごく強く思ってんだけど。日本語を巧みに使ってらっしゃる。やっぱりすごい。やっぱり魚戸先生すごい。これちょっとヒントになっちゃうかもしれないんですけど、魚戸先生、その出してる巻に4パターン出して、うち1つを実際に使用してるっていう。そういうこと？それでめっちゃおすすめしたいってことか。そういうことか。ちゃんと推理する。実は僕ちょっと今推理してて、銀玉空知先生羨望なんですよ。空知先生はシリアスな漫画に対してそういうワードを使ってるんじゃないかと思って、こんなん俺もやりたかったってことは今勢いのある新人作家の王道バトルアクションだと思ってます。っていう推理ね。俺もういきます。めっちゃかっこいい感じだね。待って俺これ当てに行きます。ただ表紙が当たるかは分かりません。てかそもそもこんな表紙だったかどうか迷いんだけど。待って、ゆうしろくん、これ私知ってる？この作品。それは知らないです。そらそうだ。さやの心の中は分からん。なんかさ、私さ、知ってんだけどさ、読んだことないんだけど知ってんだよね、内容ちょっとだけ。そうだけど、だから表紙を知らないっていうか、なんかこんな感じだった気がするんだよな。私はね、ずっと読みたいと思ってる漫画なのこれ。なんかこんな感じだったんだよな。いいな、なんか帯コメントっていいよね。それに対して好きな人が言葉を尽くして好きを伝えてる様ってすごい好きなんだよね。だからそうすごいいいと思うの。オタクとして好きって感じ。ユーミンのさ歌の歌詞でさ、桜の歌、春よの、そう春よのやつ、春よ恋で全然違うよ。その歌詞の中にさ、溢るる涙のつぼみからっていう歌詞があるの、お父さんと二人でさ、溢るるってなんて美しい日本語なんだろうねつって語りながらいい親子だな。確かにるが2個もついてて、この感じすごいよねとか、ちょっとバカっぽくなってめちゃめちゃ感動するポイントはなんとなく高尚な感じはするんだけどさ、なんかお互い感想がすごいバカっぽかったん
なんだよね。いやなんかアフルルナガルル系は僕ラッドインプスですよ。野田洋次郎です。あ、そうそう、ルル。あなたのルルはどこから？俺は洋次郎から。私はユーミンから。1回戦目です。1回戦目、せーの、ドン。ビースターズでしょ。そうなの。ちょっと全然違うんです。確かにいやなんかわかる。なんか言いたいことはわかる。言いたいことはわかるでしょ。なんかビースターズの表紙を描きたかったんだろうなっていうのはわかる。そうなの。いやでも待って、私消しちゃった。間違えて。これさっきまでいたのに。サスペンダー。そう、サスペンダーつけてたなって。恋愛ものなのビースターズって。違うの？だから知らないんだよ私。実はね僕もね知らないんですよね。いやそう。読まなきゃと思う。でもなんかほらこのウサギの女の子とさ、ラブでしょ？他者イコールホモサピエンスじゃないって言ったから。動物テーマみたいな。そう。確かにそこがホモサピエンスじゃないのかなとかって。要素ね。じゃあビースターズね。はい。いや僕はもうこれはただの推理でしかないんだけど、空知先生が憧れる今のジャンプ王道漫画といえば、かぐら鉢かなと思ってしまいました。イメージだけで書いてるから全然違う気がするんだけど、こういううつろな目のね、主人公岡園先生のかぐら鉢に空知先生だったらこういうコメント出しそうだなっていう2択あったんだけど、かぐら鉢にしました。最近のそのジャンプの人気アクションバトル漫画といえばみたいな、かぐら鉢か坂本デイズだと思って、いやかぐら鉢だって。確かに今推してるのはかぐら鉢だなと思って。どっちからいきますか？ちょっとさやさん絶対違うと思うんだけど、なんで私ビースターズ書いたの？なんでなんだろう。まあさやからいくか。さやからお願いします。その対象がホモサピエンスとは限らないっていうところにでも推理があったのね。いやそうなんだけど、これ多分人間となんか異種族のことを言ってるのかもって、なんかもう一回読み返したら思って、ありゃりゃってなっちゃったの。これどっちも人間じゃないと思って。引っかかったな。青の箱です。青の箱8巻。しかも8巻。三浦浩二先生の作品です。青の箱だ。読んだことなかった。魚戸先生がめちゃ激推ししてるのちょっといいですよね。ちょっと意外かも。しかもそんなに文章を尽くしてね。確かに青の箱めちゃくちゃ僕大好きですね。ちょっと読みます。であとビースターズも読みます。ちなみに今回話題に出した作品だったり、読んでなかったやつは Kindle で全巻購入が確定してるので。はい、大変ありがとうございました。じゃあ源さんの方。結構これね、なんなら自信ある。何腹立つな。なんだそのなんだ何の呼吸の整えなんだそれ。 B はですね、坂本デイズ。2択外した。どっちかだと思って。うわ作者は鈴木優斗先生で22巻の表示です。しかも結構最近。書いてた空知先生。空知先生コラボイラスト書いてたよね。それにたどり着けば。ダメだ、なんか2択外したわ。じゃあちょっとさやさんは猛反省して、はい、マジで猛反省しているので本当にご容赦ください。で2回戦目引きます。どれがいいですか？ちょっと僕惜しかったからこのきらめきのさやさん。本当？さやさんも猛反省のこの顔にするわ。もうどっちも読んでなかったという。はい。いきます。せーのドン。DC コミックス。はい、じゃあ僕の D からじゃあお願いします。僕のヒーローアカデミアの堀越康平絶賛心配。堀越先生心配ではなく、因縁やその関係性を構図だけで表現していて天才じゃんと思いました。天才じゃん。以上です。すごい、もう一言でいいんだ。一言だ。はい、待ってこれさ、待ってよ。気づいちゃったお前。俺これな気すんだよな。構図でしょ。岡園先生の絵はマジで天才的っていうのはもうさ、まあいやちょっと一旦ね、一旦ちょっとさやのお前2択のもう1択いっちゃうってわけ？悠々白書ハンターハンターの富樫義弘氏絶賛。うわー富樫先生。希望対絶望ニアリーイコール憎悪対愛情。私が好きになる作品の黄金比率です。これは大好きです。あれ待って、俺それ知ってる。それ見たことあるの？帯コメント。わお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 って書いてるさやさんがもう困惑がすごくて。ということで2回戦目ですか。いきます。よーいスタート。なんだろう。でも富樫先生の好きな傾向、どう見ても俺どう考えてもこれになっちゃう。だって堀越先生対談してたもん。言ってたねそういえば。堀越先生と。じゃあ今回で坂本デイズっぽいの書いて、次でも2回戦目は実はこれがこう提出なんですけど、意味わかんない。どういうこと？
夏目さんちは漫画の帯は結構取っとかないタイプですよね。最終的には取っといてないね。取っとかないっていうか、その本につけてない、まとめて箱の中にぶち込んでるみたいなことはあったけど。あ、なるほどね。そうなんか本にさつけてると読むときいちいち外したりとかさ、間に挟んだりとかして結局さズタズタになるじゃん、あれ嫌で、残したいなって帯はそのままどっかの箱にしまったりしてる。なんか一時期僕デザインの参考とかもいろんなパターンのさ広告デザインみたいなやつの参考にもなるから、結構帯デザインをまとめて保管したりしてたんで昔。なんかね、ゲンさんと結婚する前、ゲンさんの実家のお部屋になんかえらく可愛いカンカンの中にいっぱい入ってたの覚えてる。なんかギャップすごかったよ。ミッキーのお土産のカンカンみたいなやつにみっちり入ってたのも。なんか映画のパンフレットとかなんかね、いろんなデザインをいろんなとこから引っ張り出して集めてるみたいな時期があって、その時に漫画の帯もそういう集め方してたから、その癖であんまり注目してないのかなって思ってたんですけど、結構今覚えてるみたいなのもあったから、割と最初買った時は見てるね。あ、そうなんですね。僕は見るけど、でもさえあんまり。そうだね。そう今なんか本で読むタイミングがなくてさ、電子になっちゃうとあんまり帯見てないなって感じ。ああ確かに、そういうのもある。電子ってもう帯ないですもんね。あ、そうそう、なんかたまに載ってたりするじゃん、ね、あるやつもあるよね。予告のところみたいなとこに。ポップアップとかでさ、アンパンマンの良さについてさ、ここぞとばかりに直接お客さんに語りかけようと思うのに、ゲンさんが止めるんだよね。夏目さんちのポップアップに来てさ、なんで私たちアンパンマンについて語られてるんだろうって思いそうだなとは思うんだけど、その自覚あるならやめない。でもアンパンマンの話聞いてくれるのだって誰もいないし。いや聞いてるじゃん。聞いてないよ。だってパラちゃんだって最近赤ちゃんマン推しなんだよ。赤ちゃんマンとバイキンマンが好きなの。ママが赤ちゃんマン役しないと怒るんだもん。だって。それで言うとパラちゃんの推しカプって言い方が正しいか分かんないけど、バイキンマンと赤ちゃんマンだよね。罪深い。でもそこだよね。そこをいつもコンビにして人形遊びねするから。でも分かるよ、そういうパッと見絡みはないけどそこ組ましちゃうよねみたいな気持ちは分かるよ、パラちゃん。ママも親だからね。何とは言わないけど親だからね。2回戦目はこちらです。せーのドン。はい、まあまあチェーンソーマンね。はい、チェーンソーマンもうこんなだったなって。第1巻ですか？あ、そう第1巻のイメージです。でもポチタはいない。いやいないよ、第1巻はいない。ポチタこんなに吹き飛ばされてる。パーンって。はい、そう、チェーンソーマンのイメージです。そうね。言ってる内容としては結構そういう感じするな。なんかそんな気がしたの。愛情とかさ、希望絶望、憎悪愛情ってなんか常になんかセットで登場してるイメージがあるんだよね。なんかね、もうこれジャンプラの漫画の帯だったんじゃないっけっていう予想があって、全然自信がないんだけど、一瞬タコピーかなとも思ったんだけど。ああ、でもなんか違うよなっていう難しいところ。なんだろう。で、ゲンさんが、さやさんもわかる。これも完全に僕の予想が、堀越先生がそのワードで褒めているのが、このイメージしかつかなくて、逆に言うともう。だから僕は本当はこれを出したいんだけど、推理としてはもう前回のやつでやっちゃったから、しょうがない坂本デイズでいくかっていうなんかよくわからないことが起きてる。だから第2回戦ではこれを書くけど、これは第1回戦にあったなから、そうだから第2回戦はこちらを提出しますってことだよね。新しい回答方法なんですけどね。じゃあお願いします。どっちからいきましょう。僕の方からお願いします。そしたら D の方ですね。堀越先生が。はい、正解は神楽鉢。おいや、王じゃねえね。でこれなんだもんね。これなんだよね。そう、この表紙はどれかわかんないけど、9巻で表紙も六平千尋くんがこういう感じね。はいはいはい。さやさんは読んでないの？さやさんは全く読んだことがない。私もないです。このね、堀越先生が神楽鉢の岡野健先生をむちゃくちゃマジで絶賛しているのをたびたび目にしていたから、1回戦目との複合技だからこれ当てたとはちょっと言い難いんだけど、あ、そうだね、2択もだって、そう2択を出した後の2択どっちも書いて当てに行くみたいな、なんかあれなんで、まあでもじゃあしょうがない。じゃあ 4.2 さやちゃんポイントあげるよ。これ1ポイント5000万円に換金できるよ。だっけ2億じゃん。還元率やば。上になることあるんだ、ポイントって。じゃあ次さやさんのお願いします。さやさんの方ははいこちらです。おー、鬼滅なんだ。鬼滅の刃。4巻4巻です。マジ？富樫先生こんなタイミングにコメント出してたんだね。ね。あらこれでも見たことだけあったんだよ本当に。何のコメントか思い出せなかったんだけど、このワードがかっこいいなと思って。富樫先生がすっごい言ってるなっていうのを覚えてて、鬼滅だったんだね。
でも帯コメントってやっぱ分からんもんだ。いや分からん。そうなんだ。でも確かに「鬼滅の刃」はうわね、希望と絶望が全然トンチンカンの推理してた俺。じゃあこのゲームさ、むずくね？むずいね。でもむずいけどなんかギリギリいけそうでいけないみたいな、こう難しいラインね。いや楽しい。はい、じゃあ最終戦ありがとうございます。3回戦目。じゃあさやさん2人残ってますが、じゃあこのきらめきのさやぴで、じゃあ僕これいきますよ。はい、せーのドン。 A F。じゃあ源さんの方から触れる。ワールドトリガー芦原大輔先生。お滑らかに人が死ぬ漫画です。先達へのリスペクトとそれだけで終わらない作家性を感じます。すごい。分かった。滑らかに待って分かったとか言って、これクソかっこ悪いね。滑らかに恥をかくように。滑らかに恥をかく。じゃあまあ俺はこれ外したら滑らかに恥をかいたということで。さやさん、F。ブリーチ久保田糸絶賛。ドア玉2ページで面白いのがわかる。まずは2ページ読んでくれ。これはむずいですね。これはむずい。むずすぎじゃない？ノーヒントじゃない？でもだって大体の人気漫画って2ページ目までめっちゃおもろいもん。じゃあ1個ヒント。はい、やった。ブリッチ。今のそのさやさんの方、すごいいろんな先生が帯コメント書いてました。もうじゃあ激推し漫画だ。久保太斗先生とそれもじゃあそんななんかすごいね。さや急になんか甘やかされてるよ。なんでね。誰がっていうのだけ教えますね。藤田和弘氏共鳴。藤田先生が共鳴したの？共鳴してる。俳優風間俊介氏簡単。荒川博夢氏推薦。マジで激推しやん。浅田博之氏賛美。手紙鉢の先生か。などなど。すごい。このぐらいか。待ってなんだろう。でも滑らかに人が死ぬみたいな具体性がない。確かにそっか。中身に対してのでもとんでもなくおもろいってことか。いやそうだね。なんだろう。藤田先生が共鳴してるっていうのがやっぱ。そこ結構ヒントかもしれないと思ってね。ジャンプ作品じゃないってこと。もうめっちゃ聞くやん。自信失いすぎてるさやが。それはジャンプ作品ですか？アキネーター追いかき対決始めようとしてる。でも確かにさやさっきからなんか外し尽くしててさ。一個だけ吉田君に質問していいことでしょ。さややった。ゲーム性を担保するために。やった。出版社どこですか？雑誌どこですか？よく出てんの。月刊サンデージェネックスです。ジェネックス？行きましょう。はい。オッケー？いやよくないけどいいよ。まあ行きますか。もう始めるしかないから。始めるか逃げるしかないんだよ。てか想像で書くみたいなのもできない今。だってドア玉2ページ確かにドア玉2ページの情報だもんね。2ページの情報がない。確かに。でもなんかちょっとヒリヒリした漫画なのかもね。わかんないけど。めっちゃギャグかもしれないよ。確かに冒頭のギャグに掴まれてみたいな。ドッカーンみたいな。でもさ藤田和弘共鳴はしない。確かに共鳴。そうしたらちょっとずつ情報出しますか？ちょっともっとくださいもっとください。一応ジャンルというかウィキペディアの説明だと、SF ヒューマンドラマって書いてあります。 SF ヒューマンあれじゃないかな。リズムいいね。SF じゃないわ。でも気づいたわ。前の漫画はジャンプで書いてました。すごい出てくる。前はジャンプで書いていた作家さん。わかった？すごい。ゲンさんわかってる？作者さ先生。わかりました。ということで最終戦の結果はこちらです。せーのドン。さっきね何も書けなくてね。さやの挨拶新しい即興挨拶の時に出てくるみたいな絵出てきた。分からなかった。ごめん。乾杯だ。分からなかったよ。あんなにヒントあげたのに。さやの代わりに一応答えるけど。はい。これ雑誌じゃなくてアプリで読んだから雑誌分かんなかったんだけど、これベルゼバブの田村隆平先生のコスモスだと思うんだけど。正解です。わーすごいありがとう。源先生の骨を拾ってくれてありがとう。コスモスの一巻ですね。もうこんなにたくさんの。じゃあちょっと読みますわ。いやこれ全巻 Kindle に入れとくんで。はいじゃあ読みます。ありがとう。新しい作品を教えてくれてありがとう、というわけでこの123456789人のさやから謝罪を受け取っていただければと思いますので、ごめんなさい。9人のさやとわかりませんでした。すみません。
じゃあ次ゲンさん。これね、芦原先生がおすすめして滑らかに人が死ぬ漫画っていうのと、先達に対するリスペクトみたいな文言を呪術廻戦に言ってたイメージがすっごいあって、でかつ4巻、これ五条悟ですよね。五条戦が出てるのって4巻じゃなかったかなと思って、で多分結構序盤で僕がまだ呪術廻戦を単行本は買ってないけど、ジャンプで読んでて、なんかこの漫画好きかもって思って読んでた時期に見たような気がするというだけで、もう全部ふわふわいってる。なんかだんだん逃げ始めてきた滑らかに逃げる準備が滑らかに逃げている。まず五条先生が表紙が4巻は合ってます。おお。まあまあまあ。そして正解はこちらです。3巻めっちゃ惜しくない？すごくない？すごない？すごい。4巻そんな感じです。すごい惜しすぎておもろい。めっちゃ惜しくない？惜しすぎておもろい。釘崎の巻だったんだね。野原ちゃんでした。野原ちゃんか。なんか悔しいね。すごいね。俺検討したよな。すごい戦ってた。さやの代わりに。しかもさやの分も戦ってそうだよな。さやの分戦ったよな。単純に僕がジャンプに強いだけかもしれない。現在やっぱ漫画読んでる量がすごいもんね。まあそうか。てか普通に帯見てるかも。あとなんか死ぬほど早いんだよな、読むのが。それはそうか。すごい。いやゲンさんの知識の引き出しがいっぱい。最後にやっとちゃんと当てれた。ね。そしてさやさんは超卓という日本語を覚えた。魚戸先生のおかげで非常に楽しい企画ではありましたが、はい、これはまたぜひ。じゃあまた漫画の知識をたくさんもっと蓄えてから挑戦したいですね。漫画の知識とかじゃないからね、そもそも帯ってね。でもなんかやっぱいっぱい読んでた方がさ、選択肢増えるじゃん。この先生はこの雑誌に所属してらっしゃるから、じゃあ同じ出版社かもみたいなさ、いやもう一回チャレンジしたいですわ。なんかすごい脳のカロリー使ったな今日。すっごい使った、もうお腹空いちゃった。じゃあゲンさんもね、じゃあ準備しといて、さやがいつかコミックスを出す夢を叶えた時にさ、ゲンさんから帯コメントもらうから、夫読書。さや単独名義の単行本が出た時に夫読書するから。本当？ボタンを押したら歌うボタンつけるからね、音出るやつ。どうでもいいプロックつける。で1500円ぐらいになっちゃうでしょ、無駄に上がって。そう、しかも全然関係ない歌本当にいらん。やろうっと。